不動産屋さんの階段です。これは現在東京で美容師をしている仮名ですが、恵子さんからいただいたお話です。今から10年ぐらい前、恵子さんが高校の修学旅行で沖縄に行った時のことです。恵子さんが泊まるところは大きくきれいで立派な造りのホテルだったそうです。まずは先生がグループごとにホテルの部屋を割り当てていきました。一組ずつ301号室、302号室といった具合に案内されていき、恵子さんのグループの番になった時、なぜか前のグループの割り当てられた部屋の次の部屋ではなく、一つ飛んで並びの部屋をあてがわれたそうです。部屋の扉はすべて開いていて、中は見えたので、その飛ばされた部屋には誰も泊まっていないのが分かったそうで、恵子さんも友人たちも、あれ、なんで続きの部屋じゃないんだろう、空いているのにと思いました。何気なく先生に、この隣の部屋は他の人が使っているんですかと聞きました。すると先生は、いえ、この部屋は空き部屋ですよ、と答えたそうです。ですから先生たちが泊まるのかなと思ったのですが、そうではなく、なぜか空き部屋にしておく必要がある部屋だったそうです。恵子さんたちは少し妙に感じ、まさかこの隣の部屋で何か事件とかがあっていわくつきの部屋で人を入れないのかな、怖いよね、などと口々に高校生らしい想像を膨らませていました。それも半ば冗談で、恵子さんたちは早速自分たちの部屋に入り、おのおの荷ほどきを始めていたそうで、その時には隣の空き部屋のことはすっかり忘れていました。さて、その恵子さんたちの部屋ですが、入って左にドアが一つあり、その中に洗面台とシャワールームがありました。そして正面に自分たちのくつろぐ部屋のドアがあったそうです。ですから奥の部屋から洗面所に行く場合、2階ドアを開け閉めする必要があったということでした。その後一段落つき、全員で夕食を済ませて各グループごと自分たちの部屋に戻りました。そして本日の日程はすべて終了し、おのおのシャワーを浴びて消灯時間になるまで好きなことをして、あとは寝るだけでした。そこで恵子さんたちはシャワーを浴びたりおしゃべりをしたり好きなことをしていたそうです。そしてしばらくしてからです。突然シャワールームからキャーというすごい悲鳴が聞こえ、シャワーを浴びていた子が裸のまま風呂場から血相を変えて飛び出してきたそうです。みんな驚いて、どうしたのと言うと、今シャワー浴びてたら隣の部屋から誰かが壁をドンドンドンってすごい勢いで叩いてきたと叫びました。でもそのシャワールームの壁隔てた隣は例の空き部屋で誰もいないはずで、飛び出してきた子もそれは知っていました。その子の様子を見て気のせいとかではないのはすぐ分かったので、みんな少し騒然としたそうです。でもそんなわけがないと思い、恵子さんたちは誰かが隣の空き部屋に入ってるんじゃないの、こっそり中に入っていたずらしたのかも、などと話し確かめてみようということになりました。そこでみんなで隣の空き部屋を覗いてみようとすると、空き部屋のドアは開きませんでした。一応扉を叩いてみたのですが、当然何の反応もなく、中から物音も全くしませんでした。どう見ても人がいる気配はありません。みんないよいよおかしいと思うようになり、怖くなったそうです。そこで自分たちの部屋に戻り、残りの子がシャワーを浴びる際には、誰かが順番で隣に座ってあげることにしました。恵子さんも友達とお互いシャワーを浴びている最中は隣にいてあげたそうです。結局その夜はそのシャワーの件以外は何事もなく、消灯時間にはみんな思い出すこともなくなっていました。そして次の日の朝になりました。みんなは順番に顔を洗い、身支度を整えていたそうです。恵子さんの番になり、
みんながいる部屋から出て扉を閉め、また洗面所のドアを開けて中に入りドアを閉め、洗面所には恵子さんだけになりました。その洗面所は昨日のシャワールームの隣に設置してあり、恵子さんは一瞬昨夜の壁をどんどん叩かれた話を思い出したそうです。少し怖くはなりましたが、目をつぶり前かがみになって顔を洗面台に下ろして洗っていました。するとしばらくして恵子さんはふと誰かが自分の真後ろにいる気配がしたそうです。恵子さんは頭を洗面のシンクに下げて洗っているので、前面の壁の鏡が見えなかったので、誰が後ろに立っているかは分かりませんでした。ただ恵子さんはその時、昨日のことがあったから誰かが私を脅かそうとしてるなと、仲間の誰かがいたずらで脅かそうとしているのだと思ったそうです。すぐ顔を上げて鏡を見れば、その後ろにいる人が映っているので誰か分かりますが、あえてその手には乗らないぞと思い、そのまま無視し顔を洗い続けていました。ただ恵子さんは仕掛けているのは誰だろうと知りたくなりました。そこで下を向いていたので、それとなく足元に目をやりました。すると恵子さんの足元のすぐ後ろに細かいハートの柄のソックスを履いた足が見えたそうです。それは友達の誰かがさも履きそうなソックスでした。恵子さんは心の中で、ハート柄のソックス履いてる子だなと思い、ずっと無視していたそうです。そしてその後すぐ顔を洗い終わり、振り返るとそこには誰もいませんでした。恵子さんはあれと思いました。たった今後ろにいたのに扉はきちんと閉まっていて、物音一つなくさっといなくなったので、とても違和感がありました。まさかと思い、恵子さんはまっしぐらにみんながいる奥の部屋に行ったそうです。そしてその場に揃っていた部屋の全員に、今誰か私のこと脅かそうとして洗面所に来たでしょと聞きました。するとみんなはびっくりした顔で、となり、何のことを言っているのかわからないといった感じでした。その様子を見て恵子さんは、彼らがとぼけて演技をしているのではないのは分かりました。そして恵子さんははっとしてすぐ全員の足元を見たそうです。すると誰もハート柄のソックスなど履いていませんでした。恵子さんはじわじわと鳥肌が立っていくのを感じました。よくよく考えたら、誰かがあの洗面所に入ってきたのなら扉を開けるはずですが、あんな狭いところなのに開いた音も気配もしなかったのです。またさらに奥の部屋から洗面所に来るにも、その奥の部屋の扉を開けなければならないので、2階ドアの開け閉めがあるはずでした。でも何の音もしなかったのです。どんなにそっと開けたとしても、全く恵子さんに気づかれずに誰かが洗面所に入ってくるのはかなり難しいのと、またそこから物音一つさせずに出ていくこともほとんど不可能なはずでした。でもまるで煙のように消え失せた感じだったのです。恵子さんの背筋に冷たいものが走りました。そして青ざめていく恵子さんから今あった出来事を聞いて、みんながパニックになったことは言うまでもありません。隣の空き部屋はやはり何かがあった部屋で、今でも得体の知れないものが住み着いている部屋なのかもしれません。隣から一番近い壁一つ隔てた洗面所に霊が越居したのか、もしくは恵子さんたちの部屋のバスルームでも何かあったのか、それは分かりません。そしてもしあの時すぐ恵子さんが顔を上げて鏡を見ていたら、一体何がそこに映っていたのか、今でも考えただけでゾッとするそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。